はい、皆さんこんにちは、かっちゃんです。白菜。ということで、今日は以前油揚げとキャベツを使った油揚げのキャベチ焼き巾着っていうレシピを出したことがあるんですけど、今日ね、久しぶりにそれめちゃくちゃ食べたいなと思ったんですけど、キャベツを今旬の白菜に変えつつ、油揚げに詰めて焼くだけでお手軽簡単美味しく作れる油揚げの白菜巾着焼きを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。材料は油揚げ4枚、白菜 250g、豚ミンチ 100g、その他細かい調味料や材料は動画の概要欄にも記載してあるので、そちら参考に作ってみてください。白菜 250g を 3mm 幅ほどに細切りします。細切りしたら塩小さじ4分の1を振り、白菜がしんなりして水分が出てくるまで塩もみします。では塩もみして白菜がしんなりとし水分が出てきたら手で握って水気をしっかりと絞ります。水気を絞り終えたらみじん切りします。ボウルに豚ミンチ 100g、片栗粉大さじ1、酒大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1、おろしニンニク小さじ1を入れ、粘りが出てくるまで練り合わせます。粘りが出てくるまで練り合わせたら、みじん切りした白菜を加え、混ぜ合わせます。全体均一に混ぜ合わせたら、油揚げ4枚のいっぺんに切り込みを入れ、袋状に開きます。では油揚げを袋状に開いたら、合わせておいた肉種を4等分して詰めます。でしっかりこの油揚げの角、底の部分までぐーっと肉種を隙間なく詰めていきます。油揚げに肉種を詰めたら、フライパンに薄く油をひいて中火で熱します。ではフライパンと油が温まったら、油揚げを並べ入れ、焼き目がつくまで焼きます。はい。ではそこにこんがり焼き目がついたら、裏表を返します。では返し終えたら弱めの中火にして水大さじ6をフライパンの縁から回し入れます。では水を入れたら蓋をして7分蒸し焼きします。はい。では7分加熱したらまだ少し水分残っていて油揚げの表面もちょっとベタっとしているので火力を中火に上げて水分を飛ばし表面を焼き上げます。はい。では水分を飛ばし表面を焼き上げたら完成なのであとはお皿に盛り付けましょう。中はこんな感じに出来上がってます。はい。ではこんな感じで詰めて焼くだけたっぷり白菜でボリューム満点美味しく作れる油揚げの白菜巾着焼きの完成です。はい。じゃあ今こんな感じにできました。はい。では今回は旬の白菜をたっぷり使って詰めて焼くだけでお手軽簡単美味しく作れる油揚げの白菜巾着焼きを作ってみました。それでは本日は程よい白桃とみかんで乾杯。乾杯。おいほろ。じゃあ早速いただきましょう。
以前油揚げにキャベツやチーズ、お肉を詰めたキャベチ焼き巾着っていうレシピを出したんですけど、たくさんの方に見ていただき参考にしていただいてありがとうございました。ちょっと久しぶりに食べたいなと思って作ろうかなと思ったんですけど、今回はキャベツをね、ちょっと旬の白菜にアレンジしつつ作ってみました。じゃあ中のね、肉種に味付いているのでこのままいただきます。もし薄く感じたら、酢醤油などお好みの調味料をつけて食べてみてください。じゃあいただきます。JC めちゃくちゃ美味しい。たっぷり出た白菜のシャキシャキっとした食感に豚のミンチでほんとジューシーに噛んだ瞬間肉汁がじゅわっと溢れるとても美味しいレシピになってます。白菜はあらかじめ塩もみしてみじん切りすることによって水分が抜けるので肉種がべたつくことなく、かつ塩味が白菜に入りとても美味しく仕上がります。以前のそのキャベツのレシピの際もみじん切りしてから塩もみをしちゃいけないんですかっていう質問のコメントがすごく多かったんですけど、みじん切りしてからね塩もみするとすごく手について、ほんと作る時に手も汚れるし、みじん切りした白菜ってなかなか手から落ちないので、細切りした状態で塩もみして水気を絞ると手につくことなくとても作りやすいです。なので細切りの状態で塩もみしてその後にみじん切りすることによって効率よく作ることができます。で肉には豚のミンチを使い、結構ね豚ミンチってしっかり脂があるのでジューシーな感じがすごく美味しいですし、味付けも塩もみした白菜の塩気プラス鶏のガラ、あとはニンニクのパンチを効かせることによってしっかりと風味もあり美味しく仕上がります。なんですけど、ほんと今回もね豚のミンチたった 100g しか使ってなくて、あとはもう白菜たっぷりで補っているんですけど、それでもしっかり食べ応えがあります。逆に白菜を多くすることによってこのシャキシャキ感も美味しいですし、ちょっと火を切れることによって白菜から出た水分と豚肉の汁気や油が一緒に合わさって、ほんとこう断面からじゅわっと肉汁が溢れるような美味しいレシピになってます。で調理工程も肉種を詰めて、あとは蒸し焼きするだけで簡単に作れて、油揚げも最初に油抜きをせずたっぷりの水を入れて蒸し焼きすることによって余分な油も抜けるので、少ない調理工程で簡単に美味しく作れます。じゃあちょいとからしをつけていただきます。最高のつまみ。いやこれお酒にもご飯にも合うやつだな。ちょっとこうニンニク入れていてパンチもありますし、かつ油揚げに入れることによってこう食べ応えもありつつ、おつまみにもご飯のおかずにもぴったりのレシピになってます。はい、ということで今日は詰めて焼くだけでお手軽簡単美味しく作れる油揚げの白菜巾着焼きを作ってみた動画でした。たっぷりの白菜のシャキッとした食感、豚肉の旨味がとても美味しいレシピになってます。油揚げに詰めることで食べ応えがありつつ、調理工程も簡単に美味しく作れるレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。何豆ちゃん、豆ちゃん来たね。はい、シャバダバイ白菜、あんた食べたいの？